こんにちは、つんです。今年もいよいよあと1ヶ月、そろそろ大掃除の季節ということで、今回はずっと放置してきた我が家の汚れを落としながら、掃除が楽になる100均アイテムをいくつかご紹介します。もしよければあなたがおすすめの掃除グッズもぜひコメントで共有してもらえると嬉しいです。はい、まずはこちら。ダイソーのクエン酸ジェル。その名の通りジェルタイプのクエン酸です。ちょっとお高い300円商品なんですけど、結論から言うとこれはすごく買ってよかったです。はい、こちらちょっとサボるとすぐに白く固まってしまうバスルームの水垢。スプレータイプのクエン酸だと吹きかけてからキッチンペーパーでパックをして、さらに乾かないようにラップで全体を覆うという超めんどくさいことをしていました。この時は全体にひどかったので大掛かりに掃除をしたんですけど、さすがに私も反省してそれ以来こまめに拭くようになりました。おかげで大量の水垢に悩まされることはなくなったんですが、なぜかゼロにならないのが水垢というもの。ということで今回はこのジェルを試してみました。これがね、すっごく塗りやすかったんですよ。ジェルだから液体のように垂れないし、ピタッととどまってくれるので、キッチンペーパーもラップも不要。塗るだけなのでめちゃめちゃ楽でした。はい、そして2時間くらい放置してからジェルを拭き取りました。このジェルの粘度もちょうどいい感じで、全然液垂れしないので拭き取りもしやすかったです。はい、でマイクロファイバークロスで何度かこすっただけで、気にならないレベルまで落とすことができました。でキッチンの水栓の根元の水垢もクエン酸ジェルをぐるっと塗ってしばらく放置。2時間後ぐらいにジェルを拭ってブラシでこすってみたところ、隙間から黒い汚れがごっそり出てきてちょっとびっくりしました。水垢は大したことないと思っていたんですが、予想以上に汚れていました。はい、そしてよくすすいで水気を拭き取ったら完了です。ちょっと分かりにくいんですけど、気になっていた水垢はきれいに取れました。クエン酸は断然ジェルタイプが使いやすいなと思いました。以前は重曹やセスキのジェルもあったんですけど、最近はちょっと見かけなくてとっても残念です。はい、お次は東工業の玄関タイルブラシスポンジ。水だけで汚れが落ちると SNS で話題になったアイテムです。注意書きには洗剤は使わないでくださいと書いてありました。ダブルの繊維がタイルなどの凹凸に入り込んで汚れをかき出してくれる仕組みです。ブラシはかなり固めでザラザラしていました。スポンジは面ファスナーで着脱可能。劣化したら交換することができます。そして似たようなアイテムが100均にも登場していて、何がどう違うのか気になったので購入してみました。こちらは玄関用のハンディブラシ、キャンドゥの300円商品です。実はダイソーにも似たような商品はあるんですけど、アプリで調べたら残念ながら近隣の店舗はどこも在庫なしでした。やはり年末でお掃除道具は売れているようですね。でこちらも洗剤との併用は不可。本体とブラシは取り外せるようになっていて、ブラシのスペアも単体で販売されています。で東工業のブラシと比べてみると、手触りはほぼ一緒ですね。若干東工業の方が柔らかいかなっていう気もしたんですけど、気のせいかなっていうぐらいのレベルです。どちらも玄関ベランダ用ですが、うちの玄関タイルは色がまだらでちょっと分かりにくいし、ベランダはすでに掃除をしてしまったので、今回はキッチンの床で比較してみます。しばらく拭き掃除をサボっていたせいで、ちょっと拭いただけでご覧の通りクロスが黒くなりました。タイルの真ん中にマステで目印をつけて、左側をキャンドゥのブラシで、
そして右側をあずま工業のブラシで掃除してみました。どちらも水分を拭き取ったペーパーが真っ黒でした。で、その後もう一度クロスで拭いてみると、すごい汚れがついていませんでした。ちょっと見づらくてすいません。で、あずま工業のブラシの方も拭いてみました。で、こちらはほんの少し黒くなったもののほぼ落ちています。今回の比較ではなんとキャンドゥの方がより汚れが落ちた結果になりました。ただ柄があるのとないのとで力の入り方が違うだけかなっていう気もします。いずれにしてもどちらもほぼ同じくらい水だけで汚れが落ちるということが分かりました。もう肝心なところがボケててほんとすいません。当然テープを貼っていたところは汚れのラインがくっきりでした。はい、ということでついでにキャンドゥのブラシでキッチンの床を磨いてみましたが、手でゴシゴシするのは正直ちょっときついかなと思いました。このぐらいの面積ならまだ許容範囲なんですけど、ベランダ全体をこの体勢で磨くのは中年にはちょっと現実的じゃないかもしれません。やっぱり柄がついている方が楽なので、玄関とベランダはあずま工業のブラシを使おうと思います。今までは重曹やアルカリ電解水を使ったり、電動ブラシで掃除をしたりしていたんですけど、洗剤も電気も使わずに水だけで綺麗になるっていうのはありがたいですね。道具が少なくて済む分、掃除のハードルも下がります。はい、お次は壁紙の汚れ。換気口の周りって汚れやすいですよね。皆さんはどうしていますか？うちは年1ぐらいでアルカリ電解水とかで掃除をしているんですが、築13年目を迎えて年々取れなくなってきています。外からの排気ガスとか粉塵の汚れもあるので、まずは掃除機で吸ってから、以前ご紹介したこちらを使ってみようと思います。ダイソーの水ぬるま湯だけでメイクが落とせるパフ。商品名通り本来はメイクを落とすアイテムなんですけど、これが掃除に使えると SNS で話題になっていました。ちなみに私はポーチや衣類についてしまったファンデーションを落とすのに使っています。ほんとね、水だけで落ちてこれすごく便利なんですよね。はい、ということでパフを水に濡らして軽く絞ってから壁紙を拭いてみました。あんまり強くゴシゴシすると壁紙を傷めると思うので、撫でるように優しくくるくるっと拭いてみたところ、どうですかね。確かに黒ずみはちょっと薄くなりました。うちはもう壁紙が劣化していると思うので完璧には落ちなかったんですが、遠くから見たら気にならない程度にはなりました。ただ非公式な使い方なので自己責任でお願いします。はい、お次は放置しすぎてしまったトースターのお手入れをしていきます。前回掃除したのは多分1年前だったと思うんですけど、気づけばいつの間にかこんなことに。毎日見てると麻痺しちゃうんですよね。改めて見るとなかなかの惨状です。メーカーの推奨は薄めた食器用洗剤で拭くということなんですけど、この焦げ汚れはそれでは到底落ちる気がしません。はい、まずは網を外して、網はたまに洗っているのでそこまでひどくなさそうです。パンくずをハケで下に落としてからパンくずトレイを外して洗います。こちらも焦げ汚れがちらほらありますね。とはいえ思っていたよりはひどい汚れではなかったので、今回は食器用洗剤で洗うだけにしておきました。そして本丸の扉周りの焦げ汚れはアルカリ電解水で落としていきます。これは無印のなんですけど、当然100均にもありますよね。アルカリ電解水で湿らせてからメラミンスポンジで軽くこするだけで面白いぐらいスルスルと取れていきます。メラミンスポンジは細かい傷がつきやすいので完全に自己責任なんですけど、ほんの数分でピカピカになるんですよね。私はもう何年もこの方法で掃除をしています。
そして中はニトリの重曹プラス不織布パッドを使ってみることにしました。これはあらかじめ重曹が含まれているスポンジです。軽く水で濡らして固く絞ってから使ったんですけど、これは思っていたよりも泡が出てちょっと不安になりましたね。できるだけ水分を取って泡立たないようにそーっと使ったんですけど、中をあんまり濡らすのは良くない気もして、今回は全体をざっとこする程度でやめておきました。はい、そしたら固く絞った布巾で丁寧に拭き取って、さらに乾いた布巾で拭き上げたら完了です。こんなに真っ黒だった焦げ汚れが新品のように蘇りました。汚れが落ちると達成感ありますよね。はい、で網を戻して、今回からパンくずトレイにはホイルを巻いておくことにしました。ちなみにアラジンのトースターは扉の上部がこんな風に焦げたような色になるんですよね。でここは今回あんまり本気で掃除をしていないんですが、アルカリ電解水で軽く拭いたら少し薄くなりました。もしもっといい落とし方をご存知の方がいらしたら、ぜひコメントで教えてください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、いいねやチャンネル登録、ハイプをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。